遭難から168日目。みんなは例の3人は北欧で化け物にボコられているかと。こっちはこっちで次回チャレンジや遠征の準備を進めていきましょう。やることが山ほどありますから、どんどんやらないと。まずはイカダの修正です。前回の遠征時に、とりあえず先端にくっつけてきた部分がありましてね。ちょっと変だね。これを直しておきましょう。タイヤとドラム缶か。よく見るとタイヤは水に潜っている部分が少ないですね。タイヤの方が海の障害物にぶつかりにくいってことかも。岩があるんだよね。陸に近いところは、岩や船に引っかかりがちですね。真ん中にはドラム缶、周りにはタイヤがいいのかもしれないですね。V はほとんど空気で逆に軽すぎるから、左右のバランスを見ながら外側に配置するのがいいのかも。ふむふむ。この端っこにドラム缶を持ってきて、タイヤはこちらへ。次の遠征では左右に拡張するんだね。そうですね。すべてを運び終えるまで、イカダは成長し続けます。さあ、できましたよ。床材がないかも。次の遠征でまた見つかるでしょう。しかし、おかしなものを建てたもんですね。隣の島と繋がるのかな。遭難から169日目。翌日のチャレンジに向けて枝の準備をする。何本用意するの？300本かな。地獄なのだ。明日の集合時間までに間に合わせないとですよ。みんな帰ってくる？生きてれば帰ってくるんじゃないかな。よし、じゃあ頑張ろう。遭難から170日目。おかえりー。寂しかった？それなりに。さあ、朝ごはんいただこうか。北欧の方がご飯がいいでしょ。トカゲの尻尾が美味でしたね。無人島でトンカンするのが好きな人はあっちも好きだと思いますよ。相変わらずここはアホでいいな。別の意味で落ち着くぜ。さて本日は新しいチャレンジです。高い場所だったら島と島を建造物で繋げられるのか。ついに始まってしまいましたね。上に向かうのが終わったと思いきや、今度は横か。さあ、ということで皆さん、単調な作業の地獄が待ってるぞー。頑張ってください。やる方も見る方も大変だからな。現在の隣の島との距離感はこのような感じです。結構遠いですよ。そうですね。隣と繋がったら、ジャイロコプターいらないですよ。歩いて行けばいいんだもん。確かにそれは理想的だぞ。それでは作業開始でーす。よーし、頑張ろう。ちなみに現在位置は無人島ヒルズ12階の飛び込み台です。ここは以前、マリサさんがどうしても飛び込みたいと言って、断じて言ってないです。私が精魂込めてお作りした友情の飛び込み台。いや正確には、あなたがニヤニヤしながら作り、私に飛び込ませた場所です。てっきり壊すのかと思ってたのだ。友情の証を壊すなんてもったいないぞ。ちなみにここから落ちても、海に落ちる分には死にませんのでご安心ください。身をもって証明しましたのでね。さあ、ということで単調な建築動画をご覧いただいておりますが、もう浅瀬はとっくに過ぎているね過ぎましたね。つまり、現段階で言えることは、高い場所なら桟橋よりも先へ伸ばせる。これは間違いない。そういうことになりますね。広い家が欲しい方は、まず上を目指しましょう。これは想像だけど、イカダの帆と高波を考慮した高さまで上がってから広げないと、海の航行に影響が出そうだよな。それは言えてるね。ちなみに、横へどこまで行けるのかは、コメントも結構来ていたよな。あ、そうだね。これどこまで足場伸ばせるんだろ？思った。確かにどこまで伸ばせるのか気になりますね。気になるよな。桟橋の時は無理でしたけど、今回の高さなら島と島つなげられるんですかね。わら。そう、いける気がするのよ。島と島をつなげるのか、とても楽しみにしております。なんていい人なんだ。マリサさん55階から飛ばないんですか？わってか。待て、こんなコメント見たことないぞ。そう、経路で海に突っ込むマリサさんが見たいです。誰だコメントを捏造してんのは。私じゃないから。世界の果てまで泳いでゴー。お前かー。なぜバレたし。うおー。どこ行くんだよ。枝の補給。紫外線は大丈夫か？ちょっとやばいね。アロエを食べてこよう。遠い。なんか、イケボの元気がない。どうしたの？浅瀬は越えられないと踏んでいた。横へ伸ばすのは無理でした。という結論があっという間に出る想定だった。甘いわねー。さあ、コンテナを先端まで運ぶわよ。うおー。上に向かって建築した時みたいに、横もエンドレスの可能性が出てきているよな。枝300本じゃ足りないかも。
諦めて今夜から遠征の準備始めた方がいいぞ。ほっほっほ。今日はスタート直後にここが限界でしたってなって、準備した枝が大量に余るから、それで家でも作ろうかと思ってたの。甘々だわ見ろ、隣の島、めっちゃ近くなってる。これはいけると確信した近い。どうせなら大きな島に接続したかったわね。そうだな、こっち向きは小さな島しかないんだ。葉っぱを取りに行く橋になりそうね。今日は珍しく雨が降らなかったな。こんなに丸一日建築に使える日も珍しいわ。時間的にもう少しいけそうね。明日の準備もあるから、暗くなる前に切り上げるぞ。よし、今日はこんなところかな。だな。この調子なら、明日には隣の島に行ける。残りの丸太は全てカットして明日の建築に回そう。明日の分として、100本ぐらいは準備できそうです。では明日も頑張るぞ。遭難から171日目。ということで、いろんなことを諦めた大人が、昨夜から遠征の準備に取り掛かりました。めっちゃ肉焼いてますよ。僕行かないのだ。裏切り者が出ました。強く生きろ。さあ、それでは本日も隣の島まで橋を渡していくぞやりましょう。そして歩いて渡りましょう。お天気がやばいのだ。ちょうど庭の作物の収穫日なので、嵐の間は別の作業を進めておこう。さあ戻るぞー。この箱が昨日のスタート地点です。随分進んだね。このスキルマックスの強靭な肉体をもってしても、走りきれない長さになってます。あーしんどい。隣の島へ行きたいかー。もうすぐそこじゃん。ついに我々が伝説を作る日が来ました。この真ん中あたりに家を作っちゃいましょうか。それは明暗ですな。急に足場がー。起きたー。何が起きたのでしょうか。ちょっと状況がつかめません。ついに、何かに耐えきれなくなったんだろうな。重みじゃないことは確かですけどね。リプレイの通り、急に足場が消えました。建築物が下に落ちた様子もなく、本当に突然消えてなくなってしまいました。枝が100本ぐらいあったんだけど、無事かな。いやもう絶望してる。枝だけではないのですよずんだもん。金槌の在庫を全部置いてたの。ここもヤバそうだ。また起きたー。お前ら、走るとさっきの秒ガエラーみたいなところで落ちるんで、そろそろと歩いてください。そして荷物は失われた。枝100本もさることながら、ハンマーを山ほど失ったのは痛すぎだ。ペン様よ。なんでしょうか。遠征じゃ。この橋の上に、レンガの家を建てる。他の島から根こそぎアイテムをかっさらってきて、建ててやるぞー。ではイカダに空き箱を積みますか。建造物は横に伸ばしすぎないよう気をつけよう。